もにもにまりちゃんです。今日は素敵なゲストの方に来ていただいております。早速お願いします。はい、どうも教えてプレバン宣伝隊員の徳井空です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、徳井さんプレミアムバンダイで受注している商品をこう紹介するプレバン宣伝隊の宣伝隊員としてやってたんですよね。はい、そうなんです。やってました。鈴倉隊長の元いつも楽しくいろいろ紹介してました。見てました。はい。なのでちょっと嬉しいです。なんかコラボって感じで。私も嬉しいです。実はプレバン宣伝隊の方がですね、昨年末に終了してしまったんですけども、こちらのバンマニの方で引き続きプレバンの商品を紹介していただけるということで、ありがとうございます。なのでちょっとバトンタッチの意味も込めて今日お邪魔しております。ぜひ仲良くしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。そしてコレクターズ事業部の宮部さんにも今日はお付き合いいただくということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。心強いです。よろしくお願いします。なんとかいろいろフォローできればと思うので教えてください。はい、ぜひ頑張りましょう。本日の動画内容がガンダム特集ということで、宮部さんに詳しく解説をしていただきながら、もう一緒にちょっと盛り上がっていきましょう。ぜひお願いします。ありがとうございます。いろんなお話聞ければと思います。それでは早速やっていこう。バンマニ。まずは現在絶賛公開中の機動戦士ガンダムジークアックスビギニングよりメタルロボット魂サイド MS 白いガンダムです。劇場で衝撃を生んだ白いガンダム、金属パーツを使用しており圧倒的存在感と重厚感を確立しています。質感と稼働を両立したアイテムになっているそうです。すごいですね。いいですね。ちょっと腰のラインで個人的には本当ですか。いいですね。いいだなって感じですね。合わせ方が上手ですね。これ詳しく教えてください。こちら。もうそうですね。どこまで言っていいかってわかんないですけど、ネタバレにならないようにですけど、劇中で本当にめちゃくちゃ活躍してた、本当にその印象的なままの造形になっていたりとか、細かいディティールの再現だったりとか、あともう本当に見ていただくと本当にこう色の塗り分け、やっぱりそこがすごい一番力入れてるところかなと思うんですけど、はい。っていうところが再現の高い部分かなというふうに思ってます。いや確かに細かいですよね。そうなんです。見てて飽きないというか、はい。細かいですか？もう見えてないですけど、めちゃくちゃすごい細かいところ。ビームサーベルの持ち手ですよね。細かいんです塗り分けが。めっちゃ細かいです。そうなんです。なんか塗り分けもそうですけど、凹凸の細かさがかなり緻密ですね。造形とかも本当にもう再現しているところなので。すごいいいですね。足元もかなりこのなんて言うんですかね。そうなんですよ。メタリックな感じで、すごい絶妙なこの色味ですよね。絶妙です本当にこれ。めっちゃかっこいい色味じゃないですか。かっこいいですね。かっこいいんですよこれ。これ以前バンマニでも紹介したんですけど、これ足の裏までちゃんと造形されてて、そうなんですよ。そうなんですよ。何これ。そうなんですよ。すごい。この型式番号がなんか反対になってるのが足跡で。なるほど。みたいです。さすが。そういうことか。そうなんですよ。さすがです。そうなんですよ。おしゃれだ。見えづらいところまでそうこだわってる商品っていうところで。はい。ちょっと足の裏が見えるポージングにもしたくなっちゃいますね。そうですよね。キックとかですよね。はい、本当に。じゃあせっかくなのでキックのポージングお願いします。やりましょう。はい。ということでキックのポージングしていただきました。めちゃくちゃいいですね。めっちゃかっこいいです。めちゃくちゃいい。ちょっと本当に私初心者なもので、はい、こんなにかっこいいポージングがあるかっていうのはめっちゃ驚いちゃいました。躍動感あふれる感じで。躍動感が半端ないですね。はい。回していきますかね。せっかくなんでね。いいですか。さっき言ってた足の裏もこれなら見れますね。あ、やってきましたよ。こんな感じですね。わー、かっこいい。これは確かにかっこいいですね。いやすごい。まさに今こう蹴られてる腹に立つことができますね。で背中で見てもかっこいいですね。かっこいい。そっか、キックってやっぱこうただ蹴るだけじゃなくてこの上半身の動きもこんなに大事なんだって感じですよね。なんかモビルスーツとは思えないくらいのしなやかさですね。本当にもう人みたいな動きしてますね。本当にかっこいいです。もうラインが美しい。しかもこれやっぱこう両足のそこがちゃんと見えるのがどっちも見えるのがいいですね。はい。おお、決まってますね。あともう一つビームサーベルを持ったちょっとポージング見たいなと思ったんですけど、お願いできますか。わかりました。じゃあやっていきましょう。はい。ポージングやってきました。すごい。どうでしょうか。ちょっと頑張ってみました。
やばい。ビームサベのポねージングすごいですね。本当に面白いです。まあ本当に練習が必要ではありますけどね。これは本当に膝立てをさせてみました。はい。やっぱこう攻めてるっていうか、こうちょっとここで受けてる感じのそうなんですよ。シチュエーションなんだなみたいなのがやっぱ見えてくるとかっこいいですね。そうなんですよ。やっぱこう足に大キャスト使ってこう安定して立たせることができるっていうのはやっぱいいことかなと。踏ん張りが効いてるって感じがそうなんです。出ますね。はい。これも回します？これ再現したいな。私もできるようになりたいですよね。あ、この辺から見てもかっこいいですね。あ、いいですね。かっこいい。確かにこの足元でこうズザーってちょっと受けてる感じの。いや、すごいバランスもいい。いや、でもどの角度から見てもかっこいいな。かっこいいですね。あ、またちょっとね、足の裏がちょっと足の裏見えましたね。ちょっと違って見えるところもいいですね。ちゃんと見せました。足の裏。へえ、すごい。あー、かっこいいですね。よかったよかった、いい感じになりました。いや、素晴らしいです。ちなみになんですけど、宮部さん、開発の裏話とかあったらちょっと聞きたいななんて。そうですね。まあこれも本当にどこまで言っていいのかっていうの難しいところではあるんですけど、やっぱこう企画するための作業とかでやっぱ必要なので、こう初めてこうラッシュ動画とか見せていただいたんですけど、そこでこの白いガンダムがまさにこう出てきて、でこう実際にこう動いてるっていうのを見た時にやっぱあの時の衝撃、今でもこうなんか心に残ってます。そうですようわね。ー、すげえ動いた、ガンダムがっていう感じで本当にびっくりしました。かなり鍵となる存在じゃないですか。そうなんですよ。だからそう。っていうっていう。そういう感じみたいな。その気持ちが今でも残ってます。そうですね。はい。その気持ちが詰まってるわけですもんね。ポージングに出ました。ぐーってポージングに全部出ました。詰まってますね。はい。ありがとうございます。今回徳井さんにせっかく来ていただいているので、いつものように紹介お願いしてもいいですか？お願いします。わかりました。続いてはこちらです。ロボット魂サイド MS RGM79R ジム2エウーゴ仕様バージョンアニメバリュートパック装備でございます。来ましたね。こちらエウーゴカラーのジム2になっていて、新規バリュートパックが付属しています。このバリュートパックのボリュームすごいですね。大きいですよね。もうここにあるだけでボリューム感が存在感はいが。がありますね。早速宮部さん解説お願いします。はい、これも先ほどご紹介いただいたんですけど、はい去年の12月に発売された地球連邦仕様のジム2と今回色が変わっているエウーゴカラーというところで、普段の白と赤のイメージのジムからちょっと違ってこの緑っぽいカラーのジム2となっているのがまず大きいポイントかなというふうに思ってます。さらに今回バージョンアニメってことで、もう本当にポージングも細かいポージングも取れる稼働もたくさん入っているというところがすごいポイントかなというふうに思ってます。はい。いや、いいですね。かっこいい。さらにこのシールドが見えてくるんですけど、じゅん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 。はい。今回そのシールドの十字のカラーも赤というところで、こういうカラーリングもしっかりとこだわってるすごい。商品になっておりまいいす。バージョン塗りですね。つぶしてるんですよね。そうなんです。そうそうなんです。さらにこのバリュートパックが新規でついてるということで、もう盛りだくさんですよこれ。もう紹介しきれないぐらい。そうなんです。やらせていただいております。ベースのカラーも地球連邦の時よりちょっと緑っぽくなってそうなんです。ますよね。ベースの白の部分もちょっと緑っぽくなっているので、本当にもそううですよね。一目見ても全然違う商品本当になってるかなというふうに思ってます。じゃあもうまた一から色をこれでっていう風にそうなんです。直したわけなんですね。そうなんですすごい。はい、たくさん動いてっていうことなので、もう劇中のポージングとかも再現できたりとか、でエフェクトパーツもやっぱりバージョンアニメってことでたくさんついてたりするので、本当にもう他にもいっぱいあるんですか？はい、もう遊びがいはすごいいいかなとおいうふうにー。思ってます。このポージングの時点ではい可動域が広いのすごい伝わりますもんね。そうなんです。そうなんです。これを背負っててもなお自立もするってことですもんね。そうです。すごいはい。まあこのポーズの時はこう題材今使ってますけど、ちはいょっとこう普通にすだちとかさせる分にはい大丈夫。けるんですね。すごい。立たせていただきました。はい、楽しみました。ありがとうございます。いい感じですね、すごく。これもかっこいいですね。ねこう逆に立たせると可愛くも見えるかなってちょっと感じですよね。そうですね。まるっとしてて。ねなんかちょうど目があったらキュンとなっちゃうあーよかった感じがしました。最後はガンダムフィックスフィギュレーションメタルコンポジットガンダムデスサイズエンドレスワルツ版ガンダムデスサイズエンドレスワルツ版ルーセット装備です。
これはもう私ビームサイズが大好きで。本当ですか。そうなんです。かっこいいです。かっこいいですよね。こだわってます。大好きなの。ありがとうございます。てかもうでかすぎてね。そうですね。わかんないんですけど。そうなんですよ。僕もちょっと何から話そうかっていうぐらいなんですけど、本当に。こといっぱいありそうですね。いっぱいあります。ちょっと正直。はい。本当にもう名前にある通り、今回は通常のガンダムデスサイズエンデスアルト版と。デスサイズのルーセット装備っていうまずこの2形態が1個買うだけで再現できるっていうのはまず大きいポイントかなと。どっちもいけるってことですか？このすごい。そうなんです。そうなんです。今回この背中にこの羽ルーセットって呼ぶんですけど、ここがこれについてのこのルーセット装備で、この背中を普通のデスサイズこのちっちゃいこの羽がついてるんですよ。これに差し替えることができるので、これに差し替えてこっちの状態も再現できるというところ大きいポイントかな。どっちも楽しめるなんて。そうなんです。そうなんです。さらに今これも1個で再現しちゃってるんですけど、実はこれアンテナも今4本の角と2本の角で違うんですけど、そうなんですよ。ここもちょっとイラストで実はこの4本角のバージョンも実は存在していて、今回実はそれも再現できるようにこの交換用アンテナもついてるということで、3形態目というと3個目になるとねが再現できると。バリエーションめっちゃ多くないですか？めちゃくちゃあります。めちゃくちゃあります。で今交換の話しかしてないですけど、今回このGFFMC って商品なんですけども、メタル合金使ってるってことで関節もすごい金属があるので、ちょっとこう持ち上げていただいても全然大丈夫なんですけど、やっぱ重さがはいぜひぜひ。うわ重みがめちゃくちゃ重いんですよ。すごいです。本当に金属使ってて、本物の金属が入ってるってことですよね。入ってます。本当だ。そうなんです。もうだから言っちゃえばちっちゃいサイズの本物のガンダムみたいな感じです。もはや関節のところとか金属になると動きだったりとか、ちょっとなんか激しい動きもできるし、そうなんです。で曲げた時に見える金属がかっこいいとかあったりするので、いやかっこいい。そうなんです。90度以上にこの関節曲がってるの結構感動しちゃって、こうやって肩に担ぎたい人いると思うんで、確かにこれができるんです。これがすごいなと思って。ここに1個入ってるわけですね。そうなんです。さらにもちろんこの細かい造形もそうなんですけど、もう塗装がやっぱりすごい今期もあるというところで、ルーセットこれも伝わるかなって感じですけど、開いたところの中までもすごい細かく何個も塗り分けされていて、このメタルな感じも1色だけじゃなくて2色3色とかやっぱ使い分けてたりするので、赤とかもこれ実はここだけで2色これ違う赤使ってるんですよ。とか外側の方がちょっと濃い深めな感じですね。とかこの辺の白とかもこれ白っぽいです。これもグレーとか混ざってて、この一色の白じゃないよっていうところがあるので、確かにグレーっぽいのもちょっとキラッとしたシルバーっぽいところと深キラッとシルバーみたいな。そうなんです。もう色の違いありません？さすがですね。こことこことかで色違うんですよ。よく見ていただかないと分かんないかもしれないですけど、違うんです。こだわりが伝わってきます。そうなんですよ。今回これだけじゃなくて、飛行形態ってオリジナル飛行形態もあるので、それもぜひお見せしたいなと思うんですけど、はいということで、早速飛行形態今2形態ちょっとお持ちしたんですけれども、飛行形態だけでも2形態楽しめるんですか？そうなんです。これ今2形態ありまして、まずそもそも今回オリジナルで作った飛行形態ってことで、ちょっとやっぱ僕なりもすごいかっこいい良くなるといいなっていうところをすごくやっぱり相談した上で決めた感じなんですけども、この2形態特にやっぱこの先端の部分が大きな違いかなっていうふうに思うんですけど、今回このバスターシールドっていうね、このデスサイズが使ってるシールドが今回3つも付属してます。3つも嬉しすぎる。普通だったらね1つつければシールドなんて十分だろうと思うんですけど、いいですか3つも。3つもついてるんで、逆にその3つの利点を生かそうってことで、こっちはこうなんていうんですかね、3つのこう合体して先端ドリルみたいになるとかっこいいなと、こう突進する感じをイメージして3つ合体状態で先端につくっていうのがこっちの飛行形態になってます。なるほど。そうなんですよ。っていうのともう1個は逆にバスターシールドを3つこう同じ前向きにつけた状態っていうので、なんか3つ首の竜じゃないですけど、ちょっとこうそういうドラゴンじゃないですけど、そういうのをちょっとイメージして3つつけた状態っていうのがこっちになってます。なんか全然違いますね。そうなんですよ。違いますね。これも1個買うだけで再現できるんで、これ全部できるので。すごい。そうなんですよ。しかもルーセットこれ閉じてるじゃないですか。また展開したらまた展開もできます。違いますよね。展開できるんで、そうなんですよ。それもちょっとやりますか、さすが。迫力が出そう。そうですよね。ありがとうございます。このサイズの羽にすごい細かい可動が入ってまして、尋常じゃないですよ。尋常じゃないです。あとこの文字みたいなところの小ささ、そうなんですよ。すごくないですか？デカールシールがめちゃくちゃ細かく入ってるので、細かい。そうなんですよ。この黄色い部分もパカッと展開しますと、ここでこうかっこいい歯みたいなのが出てくると、これだけでもかっこいいですね。いろいろ格納されてるんですね。そうなんです。ここの先端のところもですね、ここもですね、
カチャンってこれ分かります？伝わるかな？伝わるかなカメラでここがちょっと出た。カチャンってやって、この中もすごいこの細かくこうなんかここもちょっとただの直線とかになってなくて、ちょっとこう見えた時にかっこいい形にっていうところをこだわってやらせていただいてます。ちゃんと凹凸があるからカチャンってなるんだなっていうね。こっちの赤いところもこれ伝わりますか？ここも赤いところもそうなんですよ。ここも開いてるんですよね。カチャって音がちょっと鳴ってないんですけど、ここも細かい造形が出てくる。そうなんですよ。本当にすごい細かくて、でさらにこの塊の部分、ここですね。ここの部分もここちょっとこう展開してるんですけど、これをぐっと開いて出てくる。こんな感じで、でさらにここの白いところも最後パカって開くんですよね。こうやってここ少しね、これだけ持っててこう遊んでも手が飽きないというか、ずーっとこうやってやれちゃうような。持ち歩いてる。そうなんですよ。そうなんですよ。ここもあと動きますね。ここも。ここでこれ羽の角度決めるようなんですけど、ここもグッと動くので、もう本当にこの羽が自由自在で好きな位置にこうできるっていう感じなので、自分なりの羽の位置とかも多分遊べると思います。なるほど。全部開かなくても、いや俺はここは閉じたいみたいな。そうとかもできるので、なるほど。そういうオリジナル遊びもたくさんできるかなというふうに思います。うわー、全然違う形になった。そうなんです。すごい展開するので、もうこういう細かいやっぱりこう写真とか画像を見てる時には伝わらないギミックたくさんあるので、ちょっとお話できてめっちゃ良かったです。商品ページ見てても動くってことは伝わったんですけど、なんかそこまで細かく動くとは思ってなかったので、そうです。なかなか伝えきれないんで、やっぱ生で見るとちょっと感動がすごいですね。すごいです。ババにはい、ということでじゃあ続きましてですね、今回特別に工場品の途中段階の色ついてないものをお持ちしたので、貴重じゃないですか。そうなんです。ちょっと触っていただきたいと思うんですけど、すごいですやっぱ。重いですか？重量感が。重量感がかなりありますね。そうなんですよ。本当にもうダイキャストやっぱ使ってるのが伝わるかなっていう。そうですね。めちゃめちゃ使われてますよね。この重さ、この状態だとここに使われてるっていうのがちょっと見つけやすいですね。色ついてないので分かりやすいかなと思います。後ろ。うわー、気づきました。すごくないですかこれ。気づかれちゃった。こんなにあっていいんですか。うわー、ごめんなさい。全然大丈夫ですよ。今回このやっぱルーセット装備っていうことで、この羽もやっぱり皆さんさっきみたいにこうやっぱガシガシ遊びたいっていう人がいると思うので、やっぱそこでやっぱりこう変に折れたら怖いと思う人もいると思うので、確かにそうなんですよ。なのでちゃんとダイキャスト使ってます。じゃあいっぱいいじっていいってことですね。そうなんです。ガシガシ遊べますし、でポージングも決まるという感じになってます。超動かすところが全部ダイキャストインポネントとかなってるので、すごいですよね。そうなんですよ。やっぱここがこう金属感が出てるとなんか一気にもう生きてる感がなんかすごいありますよね。そうなんです。そうなんです。本当にあるので、だからこの羽だけでもやっぱボリュームとこのずっしり感もあるので、そうなんですよ。これ全然これだけだとわからないと思うんですけど、わかんない。そうなんですよ。こっち塗装されてるものなんですけど、でこっちがダイキャスト使ってるもので、本当にやっぱりこの辺りが全部ダイキャストなんですけど、もうこっちとかちゃんとそこも塗装が入ってるので、見えないところにもじゃあかなり使われてるってことですね。そうなんです。肩ですね。肩。そうなんですよ。これもやっぱり普段見えないところなんですけど、肩のこの中にもダイキャストちゃんとこう今使ってまして、そうです。これはやっぱりここも飛行形態に変形するときに肩をこうグッと動かして出したりするので、皆さんが触るところなので、ここもちゃんとやっぱりダイキャスト使って、すごいかっこよさだけじゃなくてその遊びやすさみたいなところもそうなんです。兼ねてるってことですね。安心安全楽しくと。すごい。さらにですね、いろんな隠れこだわりポイントってところちょっとだけなんかお話しできればなと思うんですけど、過去にガンダムデスサイズヘルっていう商品、同じブランドが出してて、で結構その時と同じパーツ同じじゃないかって結構思うお客様とかもいるかなと思うんですけど、実はいろんなところちょっとちゃんと回収をしておりまして、前回の商品ちょっとこの前のスカートの部分、ちょっと動かしづらいな、遊びづらいよっていうご意見実はいただいてまして、それをちゃんと僕聞いてたので、ここはもうよくしたいなっていうふうにちょっとやっぱこだわろうと思ったので、今回ここも実は見えない改造をしてるので、そうなんですよ。ここの遊びづらさはすごいなくなって、すごいこうストレスなくこう動かせて、普段多分前回なかったこの横にちょっとこの開くっていうのを入れてるので、足を上げた時のこの干渉とか、ここの干渉とか、ここの脇のスカートとの干渉っていうのを全部避けられるように、今回ここに実は見えない新しいこういう努力というか
っていうところを入れてるので、ブラッシュアップされてそうますなんですよ。ね。ガンダムがパワーアップするように商品もパワーアップしているというような感じで、てかやっぱそのご意見をちゃんと取り入れて確かに。それはもう当たり前のことだと思ってるんで、なるほど、はいやらせていただいてます。ファはンからしたらやっぱデスサイズって5機のガンダムの中でも特に機動性が高いんで、い、さすがです。なんか、はいそこがねやっぱ改善されてるとちょっとそうなんです。ちゃんとだいぶ嬉しいですね。なんか僕もガンダムの世界生きてるみたいになってますけど、なんかそうなんです。ちゃんとやらせていただいてるので、そういったこだわりもあったりとか、まああとはこれはちょっと回収っていうよりかはなんですけども、このさっきの背中についてこのバックパック、結構これもやっぱりたくさんいろんな位置で遊んでいただきたいっていうのがあるので、まあ普通だったら今ついてるこの状態でバックパックつけると思うんですけど、これ抜いていただいて、実はここ刺す穴が下と上にも実は見えないところにここにも穴があるんですよ。なのでこれ下だと普通の位置になるんですけど、上に刺すとちょっともうちょっとこう上になってくるような位置になるので、この羽をもっとよりこう見せたい人はこう上に刺したりとか。そうです。こういったところもお客さんがやっぱこう遊びやすいようにで飾ってかっこよく見えるのどっちだろうっていうのを買っていただいた方を研究していただいて、で自分の好きな位置で写真撮っていただいたりしたらいいなっていうふうに思ってます。細かいですよ、はい、そんなことまで考えてくれてるんですね。実はやってます。実はこういうところしか言えないんでなかなかそうなんですよ。実はやらせていただいてるっていうのは見えない努力だったりしてます。いやーすごいこだわりが集まってますね。ちなみに武器にもこだわりがあったりとか。ありがとうございます。武器たちについて細かくちょっとお話していければなと思ってます。はい、ということでまずこの鎌ですね、ビームサイズお持ちしました。ビームサイズ。これ2個付属してるんですけども、一応ちょっと分かりやすくこっちが単本も入ってる商品で、こっちが入ってない商品ということで、鎌だけでもこの先端とかですね、細かい白い単本とか入ってるので、確かに。もうすごい武器もちゃんとこだわってるよっていうところ伝わるかなと細かいですね。思います。はい。でまあエフェクトも3種類が全部2個ずつついてるっていう形ですね。全部違います。曲がってるやつと、本当だ。そうなんです。まっすぐのやつとちょっと短いまっすぐのやつっていうのが3種類ついてます。全部付け替えて合計6個も。そうです。ガーっていいですね。遊べると。2個なんで全部にこうどれかにこうつけるとかができる。そうですね。確かに。せっかくなら同時にそうなんです。使ってる感じがしたいですよね。はい。さらに今回この鎌、これもまあ形なんかもしさっきも言った昔のデスサイズヘロを買ってくださった方、あれ似てる同じじゃないってこれも思う方いるかなと思うんですよ。これも全然違うんですよというところ言いたくてですね。そうなんですよ。まずそもそも鎌ってあれこの根元の形ちょっと違うんじゃないって思う人いると思うんですけど、これもここ実は可動が入ってまして、ここグイってなって、そうなんです。で下グイってやることでよく見るようなこの鎌の根元ですね、これが出てくるという感じで、この持ってないというかこう収納してこうスマートに状態にできるっていうようなここの可動も実は今回新しく入れてます。どんだけ可動するんですか。すごいですちょっと入れすぎました。ここもですねグイッとまず曲がる可動が入ってます。そうなんですよ。だからこれもなんかちょっとこうね、普通のイメージだとこういう鎌、こういうっていうイメージが多分あるかなと思うんですけど、こうちょっと倒していただけると槍みたいな感じにもできたり。なるほど。そうなんですよ。こういう遊び方もできるというような感じの可動が入ってます。すごい。攻撃の仕方まで変わってきちゃうんですね。でさらにグイってこういう可動が入ってて、なんだこれって思いますよね。これ実はまあ今回2個ついてるっていうことで、こっちのまあ先端こう取れるようになってるんです。実はグイッこんな感じでここだけになります。さっきのここにこうやって持ってきていただくと、そことそこが合体して、これがちょっと皆さんも見覚えあるような感じで、これでこう2個先端につけていただくと、ツインのビームサイズもこんな感じで再現できるようになる。すごいでかい。そうなんですよ。この武器1個だけでも遊び玉がすごいできるっていうような感じなんですが、さっきちょっと紹介したこのバスターシールド、これもですね、実はこの鎌と一緒に遊ぶことができるようになってます。一緒に？そうなんですよ。ここの先端のここの形状が丸くなってるので、ここがここと実は刺さるようになってて、こんな感じで、これもこれだけでこう鎌のような形な形状にすることができると。でさらにこれどっちにもエフェクトつきますので、これの状態でこうつけて、ここにもエフェクトを2個つければこんな感じのツインのサイズにもできると。面白い。これまた見たことないちょっと形だと思うんですけど、これは威力がすごそうですね。そうなんですよ。こんな鎌にもできますよと。すごいな。そうなんですよ。本当に武器だけで遊べるというような感じになってます。でこれを実現させたのも、このシールドもですね、これもなんか
ラッシュサイズヘルと同じように見えるんですけど、これも今回新規になっておりまして、ここがこう曲がる可動を入れてるんですね。ここにこうやって。これ前のやつはこうもう可動なしだったんですけど、ここにグッて入れることによってさっきのここの鎌つけた時のこの自由度が、ここが曲がって自由度が広がるので、自分で角度つけて遊べるようになるというような感じで、こういうところももう見えない努力というか、見えないこだわりとか詰まってる商品になってます。ずっと遊べますね。無限に楽しめる商品になってるんじゃないかなって思います。すごいです。さらに、すいません、もうさらに、さっきこの3つの頭、これをこう飛行形態の時つけられるよって話したと思うんですけど、実はこれもですね、まあちょっと今回ここにもつけられるようになってます。実はそうなんですよ。なんでまあこうやってこれもこうつけられるようになってるので、こうやって見ていただくとこうなんか槍というか、これも大きい槍みたいにできたりとか、トライデントみたいな、そうです、まさにトライデントになってこういう槍で遊べるので、バリエーションが多すぎて本当にパターンがすごいですね。そうなんですよ。もうなんか自分だけのデスサイズが作れちゃうというか、飾り方みんな違う飾り方もできるんじゃないかなというふうに本当に思います。本当に同じやつって思っちゃうかもしれないですね。そうなんです。じゃ足りなくないですか？なんかバリエーション多くて。そうですね。まあそういう方はぜひ2個とか3個とかね、ちょっと思っちゃいますよね。買っていただけたら嬉しいなと。パターンがあったらね。そうなんですよ。やっぱり何個あってもこれ正直無駄じゃないなと僕的には思ったりするので。すごいです。さらにですね、過去商品のデスサイズヘル、ウィングゼロ、ウィングガンダムアーリーカラーバージョンと連動させることができるんですね。そうなんです。これも本当に過去の商品ともたくさん一緒に遊べるよっていうギミックも実は仕込んでるので、過去商品とも組み合わせることができるなんて、さらにじゃあもうパターンが増えちゃうじゃないですか。そうなんです。本当にもう過去の商品持ってる人もやっぱりこうまた欲しくなるようなものにしたいなっていう気持ちもあったので、確かにそうなんです。新しくも迎えるのもいいし、そうです。今持ってるのと合わせてもいいしみたいな。そうなんです。たくさん遊んでいただきたいです。なるほど、最高ですね。今日は徳井さんと一緒に商品を紹介していきましたが、一日どうでした？いや、ありがとうございました。もうめちゃめちゃ面白かったです。いや、もうどれも魅力的なんですけども、特にやっぱこちらもよかった。ボリュームがすごすぎて、ありがとうございます。でも無限大じゃないですか。ありがとうございます。しかもこだわりもやっぱもうたくさん語っていただけたので、それを踏まえてやっぱ皆さんにも触って、そうですね、本当に重厚感と重量感と味わってほしいなと思います。いや、面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございました。宮部さんはいかがでしたか？いや、本当にこう僕の気持ちばっかり出ちゃいましたけど、本当にまあ言いたいことがたくさん言えたので、本当に逆にお二方盛り上げていただいて本当にありがとうございますってことで、すごい面白い、本当に分かりやすい解説でした。たくさんこう熱い相槌をいただくので僕も話したくなっちゃってもう止まんなくなっちゃってすいません本当にもう。でもこれが皆さんに伝わってるといいなと本当に思ってます。はい。伝わってると思います。ありがとうございます。はい。なかなか開発担当の方からお話聞ける機会がないので、そうですよね。貴重な裏話もいっぱいありましたもんね。そうですね。本当に楽しかったです。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。メタルロボット魂サイド MS 白いガンダムはプレミアムバンダイにて予約受付中。ロボット魂サイド MS RGM79R ジム2英語仕様バージョンアニメバリュートパック装備は予約受付中。ガンダムフィックスフィギュレーションメタルコンポジットガンダムデスサイズエンドレスワルツ版ルーセット装備は予約受付中。ガンダムのコレクターズフィギュアのすべてを集めた祭典ガンダムフィギュアエキシビションが秋葉原魂ストアにて開催。イベントの詳細は魂ネーションズストア東京のサイトをチェック。このアイテムが気になったら概要欄もチェック。高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。